混ぜてるだけで大体何のカードか分かる。メニューからハンバーガーだ。変な息子やな。いや、お見事。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。最近っていうかこうハマって飽きてハマって飽きてずっと繰り返してるやつなんですけど、なんか出てくる気。おお、そうきますか。じゃあ好きなマーク一つお願いします。それ言っていいの？はいお願いします。マーク。じゃあスペード。スペードですか。実はこれに予言用意してまして、変えてもいいですよ。今？はい変えます。スペードにします。じゃあ一応ダイヤに変えるわ。ダイヤにします。ここにカード入れといたんで出してみると、はいありました。どういうこと？いやこう予言とそこに入ってたんでちょっとあかんわ。それはからのとはいえさあ、まあ、失敗したらカットしてください。ちょっと跡がついてたあれですけど、マジックって結構見られますか皆さん。いやー、そんな見る機会あんまりないから、テレビぐらいですね。まあね、生で見る機会はないよね。YouTube で見る動画はね、あるけど。じゃあちょっと半分真ん中あたりでカットしてもらっていいですか。そこのカード使うんで。はい、ありがとうございます。じゃあこれ皆さん覚えてください。はい、これ僕見ないんで、はい、絶対にはい、覚えてください。はい。見てなかった今。いや見てないです。すごい怪しい。いや、もう僕くらいになるとこう混ぜてるだけで大体何のカードか分かった。見てない。なんか赤い色のカードだった気がするんですよね。まあまあいい。テレビとかでなんかこうマジックとか見る記憶とかあります？なんかどんなマジック見たなみたいな。だからカード人に見せて分からへん状態でこの感じですかっていうやつ。なんかセロかなんかがメニューからハンバーガーだった。そうセロ。まあ、カードマジックだとなんかやっぱ一番上に上がってくるとか、トライアンフっていうの分かります？だいたい半分ぐらいに分けて片方を表にするして、まあ、ちょっとカオスな見た目がカオスなマジックなんですけど、まあ、そういうカード当てをちょっと今日はしようかなと思います。ちょっと混ぜますね。混ぜられてる間に何やったか忘れてきた。大丈夫、覚えてるんだ。そう。この辺かな。これじゃないですよね。違う。そう混ざってきたかな。はい、まあいい感じに裏表混ざりました。じゃあ引きます。選んだカード何でしたか？ダイヤの8。ダイヤの8。できてるかな。すると右が全部揃って、はい、すごい。だったな。すごい。っていう素晴らしい感じです。あと人体切断とかもできますよね。人体切断はここでやろ？いやできます全然。どういうこいやもう人体が切断されるんです。いやもう全然いきますよ。それね。よくあるやつね。からの会社でもたまにやってるよね。まあそうですね、たまに練習こそ練してます。すごいね。2つ目いいですか？もうぜひ。せっかくダイヤの8選ばれたんでちょっとお友達探したいと思います。こうやって表見て探してもしょうがないんで、ちょっと裏向きのこいつのお友達を探したいと思います。このかな。はい。モードいいよ。同じマーク。
いやでもダイヤは結構ありますよ。でも4分の1当ててるからね。そうなんですよ、そうなんですよ。いや、4分の1当てるの偉いことですよ。じゃあちょっと大サービスで2枚目。おしかも連番ですよ、ほら。おお、確かに。変なアウトやな。ということは嫌な客だねこれ。あおー、すごい。すごい。できるかな。あと残ってたかな。失敗したら本当すみません。あ、出ました。おお。出るかな。どっちもあ、取れなかった。でもはい、ダイヤの9出ました。おーすごい。ですすごい。はい、ダイヤの7。ダイヤの6。おお。すごい。どうせなら全部出したいですね。全部出したい。出るかな。あ、おおお。結構失敗するんですけどね、僕。今日はちょっと調子がいいかもしれないです。あ、あ、おお。一かな。あ、緊張で手がブルブル震えてます。この至近距離で見てるしね。この角度で見ることね。いや、おおー、これで全部のダイヤが揃いました。てってれー。すごい。素晴らしこっちも気になりますね。い。おお。わお。おお、すごいお最初どうなることかとヒヤヒヤしてる。そこもエンターテイナーですよね。いや、もうこうされてましたよ。いや、素晴らしい。いや、人体切断だったらマジいつでも言ってください。ちなみに手品はいつ頃からやるんだったんですか？一番最初は本当幼稚園とかそのくらいですけど、なんかこんな本格的にやってたわけじゃなくて、まあ、こういうちゃんとしたトランプじゃなくて、なんか紙とかプラスチックのなんか安いやつでテレビのモノマネみたいな。なんか別に手品キットみたいなんでやってたわけじゃなく、そう、一番最初はそうですね。で途中からやっぱりなんか100円ショップとかに売ってるじゃないですか。そういうの買ってもらったりして、でちょっと、まあ、結局カードやなっていう風になって、なんか道具使うと職業でやってる人だったら普通に面白いんですけど、なんかプライベートでいきなり変な箱とか出されても、なんかじゃあそれに仕掛けがあるんじゃないのってなるんで、まあ、これ別にそのコンビニでも買ったらできるんで、これ普段から持ち歩いてるの？まあぼちぼち持ち歩いて、これだって持ち歩けるもんね。やってますね。最悪その辺の店で会話できますからね。確かに。本当はこの会社入ってからなんかこう見せる機会あるだろうなと思ってたびたび練習し始めたんですよ。また、ちょっと数ヶ月やってなかったんですけど、もう全然見せる機会なくてだからもうこの場を借りてもう動画でやっちゃおうって思って、いやいや、でも素晴らしいもん。だからまあもう見せたんで、もう当分練習しなくていいなって認知されたらもうね。もっと次なる技をね、これからみんなに披露して。もうあと空飛ぶしかないですよね。だからいやいや、十分すごいって、そんなスケールアップしていかなくても。いや、お見事。ありがとうございます。手品が趣味っていうのは社員のところにも書いてて、そうだね。いつでも行ってくださいみたいな、見に来てくださいって言ってるんですけど、未だ声はかけられてない。それなかなか高い。いや、そうなんですよね。やる側も結構ハードル高くて、なんかこう飲み会とかそういうところに行った時、一応俺忍ばせていくんですよ。すごいなんですけど、いやこんなちっちゃいのじゃんって思うかもしれないですけど、楽しく食事してる場に出てくるこいつ超いかついですから。ま
なんか出しやがったこいつってなりますから確かにね。全然できないですよ。お酒飲んでもちゃんとできんの？そこ大丈夫ですね。僕お酒飲まないんで。じゃあぜひね、これ見てるグローバー社員の人たち、マスターアップ前とか忙しい時に阿部君のとこに行ってカードマジック見せて、いつでも見せてもらえるって聞いたんで。人間性が表変するマジックです。きっかけって何かあった？子供の頃。僕子供の頃テレビでマジックブームやってた。まあいや、それこそセロじゃないんですか？セロよりちょい前からですね。幼稚園の頃と、まあ全然マリックとか。俺の時代だったら有名なのはね、やっぱミスターマリックですよね、出てきて。もっと前とか言うとマギー・シローとかうさんくさいマジックやってますみたいな感じでマジックそうなんかうさんくさいやつなんか5、6個の中に割とすごいやつ1個混ぜたりとかして、ちゃんとすごいじゃんみたいなね、すごいエンターテインメントなんだけど、いや、あんな俺らも見ててそれはすごいなと思ったけど、じゃあ自分もやろうかってなかなかいかないじゃん。いかないですね。まあそれで子供だからなんかギリなんか真似したらできんじゃないかみたいな、そういう無謀さがあったのかもしれない。なんか1個覚えるとなんかいっぱいやるじゃないですか、人に、子供の頃って。そっからなんかちょっとずつなんか俺はマジックできる人間なんだっていう自認がなんか刷り込まれている。それは多分そのね、松崎のギャラリーって言ったら家族になるわけじゃん。まあ家族とか同級生とか、そこに恵まれたんですよ。そうですね、かもしれないですね。お父さんお母さんがさ、わあすごいって言ってくれたらさ、なんかテレビでよくこれやるじゃないですか、これ広げるの。父親がやってくれたんですよね。カーペットの上でこれやってくれて。なんでお父さんもその技師なの？いや、わかんないですよ。なんかよくわからない小ネタいっぱいあったんですよね。ああ、なんかそういう家系というか血筋なのかな。それだけでも難しい。いや、全然そんなことないですよ。持ってこうやってみてください。引っ張ってみれば。なんで俺にそんな話？あ、もうそうです、そうです。できてんだね。いや、あと力の加減だけなんで。すぐにはできませんよ、さすがに。おお。いや、まあテクニックもだけど、そのなんていうの、まあ種があるわけじゃんね。ありますね。それをちゃんとやってやりきるっていうね。一個ちょっとお話ししたかったのが、ちょっとテレビで今度カードマジック見るときにちょっとここ分かるともうちょっと面白いかもっていうのがあって、これなんかよく聞く話なんですけど、マジシャンってこう1回のショーでいっぱいいろんなマジックするじゃないですか。でみんなわーって喜ぶんですよ。でその後にお客さんとかにどんなマジック面白かったですかとか、どんなマジック見たんですか、何と何と何見たんですかって聞くと、いやなんかいっぱい見たって言って、なんか具体的な現象あんまり覚えてないんですよね。なんか何してたみたいな、なんかすごいのいっぱい見たくらいなんですよ。でちょっともったいないなって思ってて、なんかカードマジックって一口に言っても大体現象でなんかいくつかに大別できるんですよ。なんでなんかそれ覚えておくだけでも、知っておくだけでも、もしかしたらあ今このジャンルのマジックやってるんだなとか分かると思うんで、さっき裏表ぐちゃぐちゃに混ぜて最後向きが揃ってっていうのは、トライアンフっていうんですよ。別になんか種を調べてくれとかじゃなくて、ジャンルとしてそういうのなんですよ。例えば指パッチンして一番上にカードが上がってくるのはアンビシャスカードでとか、もうそういうなんかジャンルみたいなのがあるんで、ちょっとそれをこう調べておくともうちょっとこう記憶に残せるかもしれない。まあその概念を知ってると、そうなんですよ。あれアンビシャスカード見たよと。そうですそうです。確かにこれって言えない。いやそうなんですよね。この前もなんか同じ会社の人がなんか居酒屋でそういえばこの前いろいろ見せてもらったんだみたいな言ってて、何見たんですかって言ったらなんかいろいろ見たよなみたいな感じだったんで、いや本当にそうなんだなっていう。マジックを見に行ったりはするの？全然行かないです。いやなんかちょっとお金なくてマジックを見に行くってどこに見に行ったらいいの？そもそもなんかマジックバーみたいな。あ、そうなんだ。マジックバー。好きなマジシャンちょっと外国人なんであんま見る機会ないかもしれないですね。あ、そういうのがいるんだ。スペインのダニ・ダオルティスさんって人好きなんですけど、この会社スペインの方結構いるじゃないですか。あ、来たって思って、いや僕そのスペインのマジシャン好きなんですよ、そのダニ・ダオルティスさんって言ったら誰って言われて
そうなんや。ホアン・タマリッツさんはみんな知ってるんですけど、たま知らんその人はもう超有名なんですけど、例えば谷君が逆にスペインに行ってさ、ほんで「あ、日本人だよ」って「私マギーシロー好きです」とか言われても多分知らない。名前だけ。あ名前だけ。縦縞が横縞になる人ですよね。あ、そう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 。よくご存知で。いや見てましたからね。俺マギー・シンジさんのあれ持ってまして、ペットが動くやつ。あラッキーっていうところで振り向くっていう。俺のさ同期の匠柊逆転裁判のディレクターのあいつもマジック好きで、あれ大学の時マジック同好会にいたんじゃないかな。でめちゃくちゃうまいのよ。コインマジックとか、あとまあカードもいろいろ、あとあいつが得意なのがキャップ指にはめて、で1個2個でパッてバーンっていったら全部かぶって、すごい。とかいろいろやつもなんか手際というのが手の器用でいろいろ見せてくれるからね。余興とかでやってたよ、そういうの。あ、そうですか。すごいな。ちょっと俺飲み会行っても結局出せずじまいだったんです。そのメンタルが欲しいですね。いや、さりげなくもう朝、いけねえみたいいけねって言いながら何番みたいな思います？いや、口からトランプがみたいな。な。1枚だけなんかポロって落としちゃって。で、これ落としましたみたいな。ちょっと見ないんで、それ何ですかみたいな。ところから入っていくみたいな。それ導入をちょっとじゃあ研究してもらって。そうですね。ちょっと研究しておきます。いやでもマジックってさ、人類の英知の結晶だと思うんだよね。これまあ種も仕掛けもあるわけじゃん、言ったら。あります。でもその考えた人がすごい。なんか俺も結構実は好きで、やれないけど YouTube のさおすすめ動画によく出てくるから。ありますよね。コインのテクニックとかカードのテクニック。もう種明かし系。種明かし系の。でもあれ種明かし見ててもわかんないのよ。コイン消してるやつとか、実はこう持ってる、ここに残してるように見せてるけどこっちにあるんですみたいなさやつとかもやってんだけど、いや魔法じゃないのって。ちゃんと勉強しようとするとやっぱ DVD とかになるんですけど、やっぱ高いですからね。まあそれはね。そうだよね。もういくつもやっぱ買えないですから、ね、まあいくつも持ってるんですけど、だから結構出費になりましたから、ね。同じ会社のコロンビア人に見てって言われて、もう安倍さん見てって言われて見たんですよ。見たよって言ったら、私あれ面白くないと思ってなんかそれ